川崎です。今日はバタフライのうねりの体の使い方についてお話しさせていただきます。はい。ということで今日はバタフライのうねりの体重のかけ方はやったので、体の使い方を今日はお話ししたいと思います。前回の動画ちょっとやっていただいて、今回ちょっとやっていただけると、またうねりがアップグレードされるのかなと思いますので、ぜひやってみてください。そもそもですね、僕は順番が大事とか部品が大事っていつもお話しするので、そういうところも含めて今日また、そこの体の使い方っていうところにフォーカスして話を聞いていただければと思いますので、早速ですが、解説させていただきます。ということで、良ければ高評価だったり、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、行きましょう。はい。ということでですね、動画進めておりますが、まずは今日は上からの映像で確認しましょう。の前に戻ります。はい、戻りましたね。いつも言うように、私は最初は、部品の説明ちょっとしますね。大事なのは、どんなパーツで泳いでるかっていうのが結構大事だと思っておりますので、こういう一応ね、この連なったものが進んでいきますよっていうのが僕の頭でいつもどの種目でもイメージしてあることです。これは体全体においてもそうだし、腕単体、前から後ろまで一つの部品で考えるか、それとも5個の部品で考えるか、はたまた10個の部品で考えるかとかっていう考えを持ってるので、その前提で聞いていただけると、より聞きやすいかなと思います。ということで再生します。はい、泳ぎ出しましたね。はい、皆さん体重移動とかいかがでしょうか。全部一気に見たい方はね、他の動画でも同じような話してるので、バタフライの再生リストから探していただければと思うんですけど、はい。はい、じゃあちょっと止めました。ということで書いていきましょう。僕がいつも言うのは、まず今どこ見えてますかっていう話、背中見えてますよね。今背中が見えてますと。で、この時だけ背中が見えるとかじゃなくて、ここの、はい、もうちょっと書きましょうか。ここの部分ね、今矢印したところ。ここが、これちょっと難しいですね。はい、さっき出てた点覚えておいてください。背中が出ましたと。で、はい、スローで進みます。その後、腰が出てくるんですね。同じ見えた箇所に、いいですか？すべてのパーツが出てくるっていうことがうねりの中では大事なことです。これ再三申し上げている通りなんですけれども、背中が出ました。その後に足が出ました。ではなくて、はい。で、さっき言った背中、ここにありますよね。ここの後に出るべきは、さっきの部品の話、次、ここなんですよ。ですか？で、その次に出るのが、ここなんですよね。で、その次に出てくるべきは、ここなんですよね。ということで、出てる箇所が変わっていくっていうのがポイントなので、はい。ここが出た後に、ここが出てたり、水の上にね、出てたりしたら、これはおかしなことになっているんですよ。この間の2つが、これ、抜けちゃってますよね。そうすると、うねりって流れが良くなくなっちゃうので、自分で泳ぎを確認していただくときは、背中から始まる人は背中から出て、次、腰が出て、お尻が出て、ももが出て、足が出て、という順番で、動いてるっていうのが最適なことです。ちょっと見てみましょう。はい、もう一回進めますね。はい、こっから。ね。だんだん出てくるものが変わってるはずなんですよ。だから、お尻と足が一緒に出てることはなくて、順番なので、お尻が出たら次は、ももの後ろが出て、今度ふくらはぎ出てきましたね。ふくらはぎが出て、足がちゃんと出てくる。で、足が出てるときは、他のものは出てない。これがポイントになるかなと
ってなるかなっていうかポイントです。はい。進めますね。もう一回行きましょうか。ここも一緒。ね。なので、よくあるのは、腰上げる練習される方いらっしゃると思うんですけど、腰は、最初に出るはずがないんですよ。なぜならば、さっきのね、順番でお話しした通り、ここにちょっと書きましょうか。はい。こういうパーツがあったときに、腰を3番目ぐらいにしましょうか。ね、足がこうやってあったときに、いきなり、はい、こいつが出るはずはないんですよね。それは。綺麗なうねりを作るためには、やっぱり、ここからこういう風な動きで出ていないと、うねりって完了しないので、皆さん今のね、自分の泳ぎをちょっと、確認して、もしですけど、僕がお勧めするのは、ここまでは出てると。で、次なんでかこっち出てしまうと。じゃあここの、その手前の人たちは何をやっているんだっていう話で、ピンポイントで改善できたり修正できたりするので、僕は基本的にそういう風に、泳ぎを見てるんですよ。あれここまではうまくいってるな。でも、ここがなんか違うな。でも、この後はいいな。で、ここがなんでこうなってしまっているんだろうっていう見方をしてるので、受けてくださってる方は、多分、すぐ改善させていただいたりとか、するのは、多分おそらくそういうことだろうなと、長年やってて思ってます。なので、書き全部とか、蹴り全部とかっていうわけじゃなくて、ここの部分まではよしと。で、この後はちょっとダメで、この後がまたいいなとかってなったら、どうしてその細かいパーツのここがこうなってしまうんだろうっていう考え方だと、泳ぎって結構改善しやすいし、バージョンアップもしやすいし、とても良いかなと思うので、良い考え方だろうと自分では思っております。ということで、上の部分は今言った通り、全部が、水から出てくる、順番通り出てくるっていうのが大事ですよっていうこと。なので、ここでちょっと映像を切り替えて、水中どうなってるのか、ちょっと見てみましょう。はい、それではですね、水中の映像に来ましたと。さっきね、上の部分はこうですよって説明したので、今度は下の部分説明していければと思っています。下の部分も上の部分と一緒なんで、そんなに深く解説しないんですけれど、原理は一緒です。こういうようなパーツがあって、このそれぞれが必ず同じとこにたどり着くっていうのが大事なことなので、そこを皆さんね、注目して、見ていただくと同時に解説させていただきますね。はい。ちょっと止めましょうか。はい、止めましたと。はい。ちょっと今出ましたけど、ここ、ある行きたい点に対して、こうやってね、行きますよね。はい。これ見ていただくとわかると思うんですけど、緑の点に行きたいですよってなった場合、緑の点に頭の最初のオレンジの部分はたどり着きましたと。ただ、後ろの腰から後ろたちはそこにたどり着かずに違うところに行ってしまいましたよってなってしまうと、うねりっていうのはうまくいかないわけですよね。なので、うねりのやり方ができていないというよりは、そういう風な状態になるのが適切なんだって分かっているだけで、体の使い方って変わるので、ぜひね、今日皆さん、この今日の上と下の部分の体がこうなってると正しいですよっていうのを、僕なりの意見ね、正しいですよっていうことを頭に入れて動作をしていただくと、意外とできるようになるかなと思いますので、やってみてください。ではね、ちょっとこれ消しましょうか。消えないですね。はい。ということでもう一回いきますね。そう、オレンジのとこに対してこういうパーツがあって、この人たちはここに行って、この人たちはなかなか行けないなというのが重要なことだと思います。では動画戻します。はい。ということで今日はうねりの、体の使い方っていうか、原理ですよね。説明させていただきました。上の部分と下の部分はこうなってるのがいいですよということだったので、今日ね、今日教え
させていただいたこと、伝えさせていただいたことをぜひ皆さんやっていただいて、感想もいただければと思うので、今後ともね、このチャンネルよろしくお願いします。ということでね、良ければチャンネル登録だったり、または高評価お願いいたします。いつもね、コメント見るのも楽しみにしてるので、ぜひね、送っていただければと思います。それでですね、次回は、じゃあ、どんぐらいの時間でこれをそれぞれをやったらいいのか、体重移動も理解できましたよ。ひねりの体の使い方も理解できましたよ。じゃあ、どんぐらいの秒数を意識してやったらそれが実現できるんだろうというところを、お話しできればと思っておりますので、ぜひね、次回もよろしくお願いいたします。じゃあ、またですね、次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。